おはようございます。桜のシーズンがですね一気に終わってですね、ようやく新緑シーズンにね入ってきたというところなんですけれども、まだまだたくさんね雪が残っているエリアもあったりして、こんな感じで、すごい冬みたいな感じなんですけれども、今日はね雨もちょっとしとしと降ってるんですけど、暖かい雨が降って、こういった雪がちょっと溶けて、蒸気が発生してもやが漂っているんですけれども、ちょっとこの、濃霧の条件ですかね、霧が濃くなったり薄くなったりすると思うんですけど、この条件で、このエリアに佇むね木々たちの姿っていうのを撮っていきたいと思います。今は柳の木だとか、あとはもみじですねとか、あとブナとか、そういった木々たちがあるんですけれども、その新緑とあと春もみじがねすごく綺麗なシーズンにもなるので、今年は特に雪が多いので、この雪と絡めてそういった木々たちの姿、そして色彩を撮っていきたいかなと思います。今はすごく濃い霧なので、手前にある木々たちを使いながら、そして奥の木々を添えるような形で少し奥行き感のあるような、そういった表現でこの雪たちと合わせてやっていきたいかなと思います。もうちょっと少なると色彩も見えてくると思いますので、そういったものもこの後撮っていけたらというふうに思います。ちょうどこの雪の下にはね小さな沢が流れてるんですけど、この水の音がすごくね心地がいいですね。じゃあ今日も一日楽しんでね撮影をねしていきたいというふうに思います。本日一番最初に撮れる写真たちはこんな感じです。楓の若葉が緑の葉に移行する前、アントシアニンが優位となり、まるで秋を思わせるような美しい紅葉を見せます。雪に浮かぶその姿は上品でとても美しいです。今ですね少し雨が降ったりなんかして、霧が1回晴れたんですけれども、その後にまたねこんな感じで、濃い霧がね入ってきてますね。流動的に出たり入ったりを繰り返しているので、ちょっとその濃淡を見ながらいろいろとね撮っていきたいなと思います。今ここはですね手前の方に楓の、春もみじがすごく綺麗に、なっていて、オレンジ色のね色彩ですごくね綺麗なんですけれども、でその奥にブナ林がね続いていくので、その緑の新緑っていうのがあるので、それを一緒にね合わせてうまく調和させてやっていきたいかなと思います。で、残雪のねちょっと荒れ果てた感じだとか、雪の重みで寝そべってる、木の枝とか幹とか、折れてしまったものとかも結構多いんですけれども、それがねこの残雪の上で力強い、ラインをね作っていますので、そういったものを、織り交ぜながら、ちょっとカオスなんだけどうまくその色彩をね混ぜることによって調和させていくような、そんな感じの、撮影をねここではしていきたいかなと思います。やっぱりこのシャドウがあることによってね木も、すごい勢いがね出てきますので、ちょっとそういったところもね、この地形を生かしてね撮っていきたいかなと思います。本当に素晴らしくね綺麗ですね。はい、ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。今度はですねちょっと倒木になるんですけれども、ご覧の通り幹が途中でバキッと折れているような状態になっていますね。でその先は地に伏して雪の中に埋もれているような状態になっています。よく見ると下から別の木がね雪の中から出ているんですけれども、それは多分生きてるんだと思うんですが、残念ながらこの折れてしまった、幹というものは、このまま死んでいくんですが、それがねなんかこんな感じで一つのつながりになっているような、そして奥の方に伸びていくようなね、そういうような、光景だったのでね、ちょっとこちらを主役としてやっていきたいと思います。やっぱり5月に入っても雪が残るようなね雪深いところで雪崩もあったりするようなね、地域なので、そういったところで自然の脅威にやられてしまったね木々たちの姿っていうのも、ちょっと捉えていきたいかなと思います。そんな感じで生き絶えてしまうような姿なんですけども、その奥にまたこの場でね生きる木々たちっていうものが、この先も続いていくような、そういった、生きるものと死ぬものが両立してあるような、そんな構成をここでは
撮れたらいいかなというふうにね思っています。こう色彩だけを見るとねちょっと秋みたいな感じなんですけれども、そこにこの残雪の様子ってものを絡めて入れると、春なんだなっていうのがですね伝わるかなと思いますので、そういう感じでちょっとねいろいろと撮れたらいいかなと思います。はい、ってことでこちらで撮れる写真はこんな感じです。彼らにとって雪深い環境は命がけです。少し苦戦しながら生きている木々たちにブナがこの場所での生き方を教えているような光景でした。続いてねこちらもカエデになるんですけれども、ご覧の通りねこの斜面からねものすごい勢いでこう顔を出しているね、そんな枝ぶりというか、姿をね遠くから見ていてねちょっとこう惹かれたんですけれども、一方でその奥に生えてるね、ブナの木があるんですけど、すごくこうスッとした感じで物静かに生えているこのギャップがすごくねいいなというふうに思いましたので、このできる限り近くに寄ってきて、この雪の斜面から頭を出すようなねこの勢いの中に奥にスッと生えるブナの姿、このコントラストをですねちょっと表現していきたいかなというふうにね思います。ちょうどこの枝にですね U の字のこう隙間ができるので、その隙間に奥のブナをですね覗かせるような感じで、配置して、やってるようなね感じですね。今こんな感じで下からねこう見上げてるんですけどね、この雪の斜面から出てくる凄まじい枝ぶり、本当にね力強いですね。一方でブナは本当物静かな感じで、本当に見ていてね心地いいんですけれども、ちょっとそういった、コントラストですかね、植物の状態だとかっていうところの違いっていうのもですねここでは表現できたらいいかなというふうにね思います。動画ではあと1枚ぐらいですかね、撮れればいいかなというふうにね思います。じゃあまたちょっと移動していきたいと思います。こちらで撮れる写真はこんな感じです。立ち枯れの木が一本立っていました。よく見ると少しずつ折れて消えていくはずがツタが巻きつき、それを阻止しているユニークな光景です。まだ少しこの残雪の地をさまようのでしょう。最後はですねちょっとこう霧が少し薄くなってきたので、この山の斜面のですね春もみじがすごく綺麗なね、色彩を見せてくれているので、それをですねちょっと撮っていきたいと思います。で、斜面のところで手前から奥にかけての奥行き感っていうのもすごく綺麗ですし、手前は少しこう鮮やかな黄色というか、でその次にちょっと暗めの、オレンジっぽいような色で、さらに奥に行くと、緑のブナのね、新緑があったりしますので、そんなバリエーション豊かな、色彩というところと、あとはこの綺麗なね残雪の斜面ですかね、あとはもうこの美しい霧の雰囲気というものをですね全てミックスして撮っていきたいなと思います。で、奥の方に1本だけ、緑色のねブナがあるんですけど、すごく綺麗なね上品な佇まいをしているので、それも少し望遠レンズで切り抜いて撮ってもいいかなと思うので、ちょっと広めに撮ったり、寄って撮ったりっていう風に最後はやっていきたいと思います。いや本当に今日は朝から素晴らしい霧の世界でですね、こんな感じでちょっと荒れ果てた場所ではあるんですけれどもね、すごく綺麗な撮影ができてね、もうあと1週間ぐらいするとこの後の雪も溶けて沢が出てき始めたりするのかなと思うんですけれども、いいタイミングでね、来れてよかったです。ということで、こちらの、ね、写真たちを持って、ね、終わりたいと思うんですけれども、また私の、新緑のフォトツアーですね、まだ若干空きがございますので、もし興味のある方は概要欄にリンクがあるので、ぜひ、ご参加いただければと思います。また、夏以降のですねツアーの新しいお知らせ等もですね、ニュースレターで送らせていただいてますので、ホームページの購読をしていただきますと最新の情報をお届けしますので、今後そういったフォトツアー等に参加を希望される方はぜひそちらもチェックしていただければと思います。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。
今回の残雪の春もみじシリーズの作品はプリントにて販売をしております。気に入った作品がありましたら手に取っていただけますと幸いです。詳細は概要欄のリンクをご確認ください。